ラストです。もう少し付き合ってください。ブライアンと申します。アニメーションについてちょっと話させていただきます。特に、私が嫌な10個を教えたいと思います。どうして、それだけではなくて、もちろん、そういう難点を解決するため、もちろんが、開発した新しい機能を紹介させていただきたいと思います。でもまずどうしてアニメーションがそんなに、嫌いになったかと、自己紹介を通してちょっと説明いたします。オーストラリアのもので、現在東京に住んでおります。15年からずっと、Firefox の、開発に参加して、主に、ウェブアニメーション、CSS アニメーションの機能を実装して、また、同時にその、標準化、WCMCS の標準化にも参加してまいりました。それも、アニメーションの機能でした。今年の7月から、バーシルという会社を始めて、もちろん辞めたんですが、まだそのこちらの、Firefox のアニメーションの開発また、その標準化には参加しております。というのは、15年の間にずっとアニメーションの機能に関わってて、多分他の開発者よりアニメーションまだできてないところ、また難しいところはよく感じていると思います。アニメーション実は結構難しいと思います。またはパフォーマンス常に考えないといけない。そうしないと重くなります。またよく引っかかるバグもいっぱいあります。あとは、うまくいかないときには、自分にもユーザーにとっても本当にイライラすることになりますので、このゲームご存知の方もいらっしゃると思いますけど、アニメーションは私にとって本当にガチョウのような存在しています。ずっといじめられている気がします。でもそのためにモジュラがいろんな新しい機能を、提案したり、開発したり、標準化したりしてまいりましたので、それを、ちょっと紹介させていただきます。ちょっと時間が押してますので、どんどん進めてまいりたいと思います。まずは、一番簡単なアニメーションといえば、アニメーションは大体キーフレームの間に保管する機能なんですけど、そうでもなくて、本当にアニメーション1枚ずつ用意して、そのフレーム1枚ずつ用意して、こういう戻りアニメーションができます。例えば、こんな感じ、その7枚のフレームを用意して、それから、1個ずつ、1枚ずつずらして見せるのが一番簡単だと思われますが、実はこれが割と難しいです。これを CSS でやろうとしたら、まずこの素材を作って、それから、こういうふうにステップスのタイミングファンクションを使ってみようとしたら、どうになるでしょうか。ずれてます。それは、そのステップスっていうのは、フレーム数えているわけではなくて、その変化数の上がっているところ数えています。その最後の最後の上がっているところも含まれています。なので、ロックにすれば、ずれてないんですが、一番最後の、7枚目のフレームが表示されない。それはどうしてるでしょう。その最後の変化が本当に最後になっているから、そのフレームが表示されないです。そしてその位置変えて、スタートと言われれば、最後のフレームが見えるんですけど、最初の方が見えるんです。こういう簡単なアニメーションでも難しいです。そのためにモジュラが新しいキーワードを提案して、ジャンプなんていうキーワードなんですけど、それでちゃんと、こういうアニメーションを作れるようになりました。他のキーワードも、提案して、標準化して、しかし、これがまだサファリでは実装されていないので、まだ使えないかもしれないです。はい、それが1個目の嫌なところです。もう一つは、トランジションを使えると、大体いろんなバグが、生じます。FirefoxOS を、開発したときに、いろんなウェブアプリを開発して、その中に、トランジションのせいでバグが多かったんです。それを分析すると、大体2パターンがありました。一つは、そのトランジションが生成されなかったこと、またはそのトランジションが生成されたんですが、終わらなかったのです。そうすると、そのアプリがトランジションエンドイベントを待っていれば、エンドイベントが来ないですので、そのアプリが壊れてしまいます。
そしてモジュラが新しいイベントを提案しました。トランジションがそれが発火されたら、そのトランジションが生成されたよ、トランジションエンド待ってもいいよという、それが発火されてなければ、トランジションエンド待っても来ないです。または途中でトランジションが生成されても、その要素が消えたら、そのエンドイベントが来ないので、その場合はトランジションキャンセルというイベントが発火されます。はい、他のイベントも、一応提案しました。はい、これは実装されてますが、まだサファリのリリース版には入ってないので、そろそろ使えると思いますけど。はい、3つ目の問題は、よく言われるのが、アニメーションのパフォーマンス考えると CSS アニメーションまた CSS トランジションを使った方がいいよ。それは正しいんですが、場合によっては CSS ではなくて JavaScript でアニメーション作りたいと思います。例えば、このようなランダムなアニメーションは全部 CSS で書くより JavaScript で、ランダム的に生成したいと思います。でもこれを CSS アニメーションでこういう実装すると結構、難しい、面倒くさい話になります。こんなコードを書かないといけないです。まず、キーフレームの名前をユニークなものを作らないといけないです。それからスタイルシート、それから大きな文字列で定義して、それから、アニメーションが作れます。でも、その要素が消えたら、そのキーフレームを削除しないといけないです。結構、汚いコードになります。トランジションはどうですか？トランジションの方が簡単だと思われますが、そうでもないです。さっきのトランジションエンドの問題もありますし、実際にトランジションを生成するのが割と難しいです。今年の3月にある CSS カンファレンスで、そのアニメーションについて話す機会が与えられて、その話の半分ぐらいはトランジションの生成仕方だったんです。結構難しいです。なので、JS で、JavaScript でその CSS トランジションまた CSS アニメーション作ろうとしたら割と難しいので、数年前からモジュラが新しい関数を提案しました。それがこのエレメントドットアニメートという関数です。これで、普通の JavaScript からアニメーションが作れます。そしてその作られたアニメーションが CSS アニメーションと CSS トランジションと同じように最適化されます。つまり別のプロセス、別のスレッドで動かすことができます。パフォーマンスの面では変わりません。そしてもう一つの便利なところは、その関数が返すアニメーションオブジェクトによって、そのアニメーションをいじることができます。一時停止とか、またイベントを待つよりプロミスで待つことができる。これも、実装されてますが、まだサファリのリリース欄に入ってないんですが、おそらく、その次のサファリに入ると思います。来年の頭ぐらいじゃないかなと思います。はい、次は本当に細かい話です。CSS アニメーションを使うと、その全体的にイージーに適用したいというのはできません。例えば、このアニメーションがあります。ここに、このアニメーションにステップスの、タイミングファンクション、イージーに適用しようとしたら、どうになるでしょう。ステップス4にしました。4つにしました。でも、明らかに4つ以上のステップスどうしてでしょう。そのデフツールで調べてみれば、こうになります。明らかに4つでなくて8つになっております。それはなぜかというと、CSS アニメーションのタイミングファンクションは全体的に適用されなく、それぞれのキーフレームに適用されます。それが細かい話だと思われますが、Firefox OS の時にこのバグが報告されました。そのオープン画面の時にアニメーションが途中で止まるんじゃないかという話がありました。ちょっとゆっくり言えば、本当に途中で止まっているように見えます。どうしてでしょう。調べてみれば、やっぱりこうになっています。イージンが2回も、適用されてますから、そういうふうに見えます。これをどうやって解決するかというと、場合によってはそのキーフレームをなくすことができます。それができない場合もありますので、その時は本当に頑張って
キーフレームの位置とか、イージングの関数にしたりすることができるんですけど、結構難しいです。だから先ほど紹介したエレメントドットアニメートの関数では、全体的なイージングも、用できます。今、4つのステップになっていると思います。もちろんそのキーフレームにも、イージング適用できるし、全体的にも適用できます。はい、それはもちろんエレメントアニメートが実装されている男性では使えます。あと CSS ではまだ使えます。もう一つのもっと根本的な問題は、アニメーションを作るときには CSS アニメーションであっても、トランジションであっても、Web アニメーションであっても、大体そのアニメーションの長さを設定しないといけないんです。それが場合によって不便です。また不自然な動きになります。例えば、この、課長のアニメーションは、距離が短ければ遅く動くんですけど、長ければ同じ長さですから、これはどうやって解決したらよいでしょうか。一つは、CSS ワーキンググループにお願いすること。そういうニードベースのアニメーションを作ってよというのは、できるんですけど、標準化、結構時間かかります。やはり期待しない方が良いかもしれません。自分でやった方がいいと思います。それはいろんなやり方ありますが、一つは、もう一つの新しい API を使うことです。先ほどエレメントドットアニメートという関数を紹介しましたが、それがアニメーションオブジェクト回数。CSS アニメーションまた CSS トランジションのアニメーションオブジェクトを取れます。それはまた別の API です。Get Animations という API です。それによって、例えばトランジションが終わって、トランスフォームトランジションだったら、その Get Animations を読んで、それからトランスフォームのトランジションを使って、キーフレームズに行って、距離を測って、その長さを変えることができます。そうすると、どんな動きになるでしょうか。短い距離は速い。そして長い距離はちょっと時間かかります。もっと自然な動きになるんじゃないかと思います。こういう感じは残念ながら、リリースブラウザーには実際も入っていませんが、おそらく来年の頭くらいには入ると思います。ちょうど今、Google さんも Apple さんも Mozilla も、その実装に頑張っています。仕様、ほとんど実装されてますけど、仕様にはまだ細かいところが決まってないので、リリースプランズに入っていません。言って問題かもしれませんが、トランジションにはちょっと不便なところの一つは、中間点設定できません。例えば、赤から緑にトランジションするときには、一直線で保管します。色の場合はこうになります。茶色を通ります。それが、そんなに綺麗なアニメーションではない。例えば、こういうアプリには、茶色が出ますね。例えば、場合によってはもしかして黄色を通りたいかもしれない。黄色系で、緑にしたいです。こんな感じ。また、HSL とかやるのもありかもしれません。これどうすればよいでしょうか。トランジションできないんですけど、やっぱり、それより自分でやった方がいいと思います。それも同じ Get Animation で、できます。さっきと同じようにトランジションがあって、フィルムトランジションがあって、このキーフレームを入れて、新しいキーフレームを作って、そして切り替えることができます。そうすると、こんな感じになります。多分これの方が不自然だと思いますけど、多分 HSL はそんなに向いてないんじゃないかな。それぞれの古さが全然違いますから。でも一応自分ではできます。はい、それはやっぱりまだリリースブラウザには入っていません。あとは、もう一つ嫌なところは、まだ表現できないアニメーションがあります。そのガチョウのアニメーションが直線で動いて、ちょっと不
不自然かもしれませんので、もっと楽しいアニメーションを作りたいと思います。こんな感じ作りたいと思います。これ楽しいぞ。実はこれがようやくできるようになります。これが数年前、ロビーさんが提案したプロジェクトなんですけど、オフセットパースでそのパース定義して、それからその1アニメーションができます。これは、例えばオンボーディングを、どうかでも使えそう。これも、プログには一応入ってます。ちょっと、入ってないんですけど、Firefox の場合はおそらく次のリリース、72ぐらいは入ると思います。あと、私にとって一番嫌なところはパフォーマンス。常に考えないといけないです。これは本当にめんどくさいと思います。でも簡単に言えば、トランスフォームとパシティだけアニメーションすれば、大体パフォーマンスは大丈夫です。それはいろんな効果ができます。こういう感じのアニメーションはできます。そして頑張れば、実はいろんなことができます。例えば、要素を重ねたら、色の変更とかもできます。お箸で、またはこういう影の効果。あとは、さっき紹介したオフセットパースのやつも、実はそれがトランスフォームのアニメーションになりますので、同じように最適化することができます。Firefox の実装は確かに最適化されています。これも分かりませんが、最適化することができます。そして数年前、さっき言った二塚と一緒に、またザーガさんと一緒に、こういうアニメーションを作ってみました。それが、例えばあれなんですけど、今度のアニメーションはトランスフォームとパシティでできています。文字のところだけは、フィルター。はい、ただ、そういうパフォーマンスを確認したいときもあると思います。トランスフォームとパシティ使ってるんですけど、本当に大丈夫かわからないときがありますので、その時はぜひ Firefox のアニメーションで使ってみてください。これは赤塚が開発したものですから、もしあれば、それ見てください。特に、そのパフォーマンスの情報がちょっと出ています。もし最適化されたアニメーションだったら、雷マークがつきます。あとは、その最適化されるはずだけど、されてない場合は、このようにヒントが出てきます。トランスフォームどうして最適化されてないか教えていただきます。なので、パフォーマンスが気になるときには、ぜひ Firefox のデータツールで見てみてください。あとは、さらに根本的な問題は、場合によってはアニメーションが本当にアニメーション見て気持ち悪くなる時もあります。今年の1月に、姉と一緒にチームラボに行って、すごい面白かったんですけど、姉も私も大変頭痛になりましたので、アニメーションにもそういう効果があるらしいので、最近それぞれの OS にアニメーション2回目にする設定ができています。それを CSS から確認することができます。その場合は、設定された場合は、アニメーションなくすか、2回目にするか、何でもできます。もちろん JavaScript からでもそれは分かります。これだけは、ほとんどのブラウザで実装されていますので、これはぜひ使ってください。はい、今日は、アニメーションについて確かに嫌なところ10個申し上げました。10個まで深いですね。それに関してモジュラーが、提案したり、標準化したり、実装したり、機能を、紹介させていただきました。そして実は、9個で十分じゃないかと思ったんですけど、アニメーションは実はそんなに嫌いではないです。楽しいと思います。本当に少しやってみたら楽しいと思うと思います。また自分だけではなくて、そのホームページ、そのアプリなどが、さらに印象が上がると思います。ユーザーがやれるかもしれると思いますので、ぜひ使ってみてください。もし今日の資料を確認したい方は、今後見られるのでご覧いただきます。また
ご質問がある方はぜひお声をかけてください。ご清聴ありがとうございました。